い匂い。お客さんと届くかな。結構綺麗な。可愛いクロワッサンと思ってるね。これがね、たまに出るんですけど、めっちゃうまいんですよ。
あの形に至るまで試行錯誤を繰り返して1回はやりましたね。いや1回かいっつって。これ休ませたら今日取り出したあの状態になりますね。フランスでめちゃくちゃやった作業です。これ研修先でカズマクーロフクーロフアマンドみたいなめっちゃ片言で教えてくれて僕喋れないんで全然本当にレジとかであこれくださいぐらいしか喋れないんで、もう研修っつっても本当にねただの手伝いみたいな感じだったんですけど、アーモンド入れてみたいな、こういう作業とか朝の仕上げとかこれめっちゃやらされてましたね。その歳月、正直食べ歩きで味こんな感じかっていう味でも知らんかったらやっぱり近づけることできないんで、もちろん働けるのが一番ですけど味知るのがやっぱ一番なんやかんや勉強にはなりましたね。結局空気感ですね。あとヨーロッパの風景があってこそですね。この霧吹きは向こうで学んだことですね。あとこの指差しとか、これは向こうの職場見てなかったら日本のレシピだけじゃやってなかったです。空洞を潰して埋めてるんでなんかこう綺麗な形で焼き上がるんですけど、これをフランスで学んだんですけど、これをすることでなんかアーモンドがしっかりくっつくんですよ。はい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 、大丈夫です。おいくつか聞いといてもらっていいですか。ナマコみたいな形にするんですよね。もう季節ないんですよこの攻撃。これって結構9月とか10月で終わっちゃうものらしくて、一時期ジョナゴールドとかで代用してたんですけど、結構ねジョナゴールドも意外と結構美味しい。遜色ないぐらい美味しいんですけど、やっぱりこっちの方が美味しいですね。水に濡れてるとなんかまた可愛いですね。
ジョナの場合はちょっとレモンを入れるんですけど、レモンちょっと気持ち多めに入れて酸味は補ってはいるんですけど、やっぱりリンゴそのものによる酸味にはやっぱちょっとかなわないですね。表面的に酸味足しても全体の味は近づくんですけど、リンゴを食べてその味にならないんで。フランス人の先生が言ってました。もうこの最大限、もう無駄なく余すとこなく入れろマキシマムって言ってました。マキシマムはもう最大限に香りのものはもう絶対に無駄にするなっていう。うい。こんだけ粒ない。これで汁いつもこっち入れてたんですけど、こうやってもう何回も落として繰り返してたんですけど、汁入れたら一発やな。これで全部材料が入りましたね。まためんどくさいんですけど、並べて低い温度で干渉焼きするっていう。意外とね、なんかこう嫌な味せえへんというか、自然な本当にそのままの味やなって、変に砂糖も入れてないんで。おー、いい匂い、いい匂いですね。お客さんと届くかな。いつもこんなことないんで、本当に。
そしてこっからこいつのすごいところがシロップが塗られて、これで保湿と甘みが足されるんですよね。熱すぎると逆に美味しくないんで、ちょっと表面が冷えてカリッとして今ぐらいがちょうど美味しいですね。はい。大家さんですね。このぐらい焼き色つけるとやっぱフィナンシャ美味しくね。というわけであれですね。ちょっと一旦休憩入れましょうか。こんなんやって最初はそれがもうここまで落ちたよっていう、ほんと半分以下でしょ。そこがすぼんでるんで半分以下ですね、これは。ですね。はい、これは危ないやつ。よいしょよいしょね。ああ、1個大丈夫です。1個予約入ってます。ああ、はい、大丈夫です。このぐらい。
た目はねなんかこうアメリカのおばあちゃんが娘家族孫連れてきてやってきた時にアップルパイを焼いて待ってたわみたいななんかイメージはあるんですけど、粗雑な感じ好きなんですけどね、ワイルドな。アップルパイといえばあの形かなとやっぱありますね。フォークでチュンチュンチュンって周りやってしまえば一瞬なんですけどね。上の網網もあるんですよ。こうシャッてカットしたら蛇腹になってる。あんなんやってもうなんぼでも作れるんですけどね。気持ちの問題なんで可愛いクロワッサンと思ってるね。べちゃってなる限界ギリギリのところで逆に発酵されることでちょっとね甘みが足されるんですよ。なんか発酵すると糖分エネルギーで使うんで発酵しっかりさせちゃうと膨らみはいいんですけど甘みが持ってかれるというか。
ょっとオーブンがコンベクションオーブンなんで、普通カヌレってちょっと平窯とかで焼くんですけど、結構難しいなと思って、もともと持ってる方でやってみたら意外と好評で、ちっちゃい分カリッとするところが多いんですよね。ムチッとしたのが苦手な人には。朝これはね土日だけの販売になってるんですけど限定ですね。どうしようかな。これ可愛すぎでしょ。最速じゃないけど、じゃあ2回ぐらい言われて。リンゴいっぱい入れたい気持ちと三つ編みがきれいに出るのが結構悩んだ挙句リンゴいっぱい入れてますね。一般的なアップルパイってもっともっとゴリゴリ入ってるやんって思うかもしれないんですけど、あれ形が残ってる煮詰まってないリンゴ入れてるんで、これの倍入ってると思ってもらったら。大阪で一番ですか？大阪で2番ですね今僕は自称大阪で2番目のクロワッサンです。クロワッサンの食感よりもただ美味しくなる配合とそれを形にするためのなんか作り方をちょっとこだわった結果美味しいのは一応できたって感じです。ただその配合が配合でバター多いがゆえになかなかめちゃくちゃ綺麗な形にはならないんですよ。ちょっとこうめっちゃ近づけようとはしてるんですけど、してるんで。まあこれがねたまに出るんですけどめっちゃうまいんですよ。砂糖だけやったらただのこのキャラメリゼになるんですけど、これバターがねちょっと多めに中に入れてるんで、にじみ出て流れたやつが砂糖と一緒に固まってなんかシュガーバターみたいになってると僕は思ってます。なんかミルキーなんですよここだけちょっと。そうですね。
足します。チョコとかなんかあってね、みんな人がいっぱい入ってきはるから気になって来たらめっちゃ美味しいから連日買ってちょっと待ってって言って2つだけ買ってで車で帰って食べたらすごく美味しいからもう一遍行っといてって言われてでアップルパイも予約してもらって気合い入れて10時まだお店開いてなかったごめんなさい。3切れ、ありがとうございます。レストランのデザートですよね、もう。スマホ